こんにちは、ウニです。今回は絵師100人展16に出展する作品の制作過程をお届けします。この動画を見てアナログイラストの良さを少しでもお伝えできたら幸いです。それではやっていきましょう。描き始める前にキャラクターデザインや色、構図などを簡単に決めました。絵師100人展16のテーマの星に合わせてイメージを膨らませていきます。キャラクターの性格やモチーフとして描きたいアイテムを文字情報に書き起こしておくと構図やポーズが決めやすいです。アナログで書き出す前にまずはデジタルラフを書いていきます。デジタルはアナログに比べて修正がしやすいのでデジタルのいいところも活用しながら書き進めていきます。大きな絵は特に難航しやすいのでデジタルの手軽さにいつも救われています。ラフが描き終わったら線画を描いていきます。線画はこの後転写するので迷わないように丁寧に描いていきます。使っているブラシは SU クリームペンシルというブラシです。線画ではなるべくアナログの雰囲気を保ったまま描くことを心がけています。アナログに移るまでの道のりがとても長いですが、最初の仕事を丁寧にこなすことで後々迷う時間を短縮できたり、完成度のアップにもつながるので、ここはしっかりと時間をかけて描いていきます。筆が遅いのもあって、だいぶこの段階で疲れているので、もっと基礎描画力を上げていきたいです。転写に移る前に先にベースの色を塗っておきます。今回は肌の色をあらかじめベースの色として塗っておきました。先にベースの色を塗っておくことで塗り残し防止やスキャン時の色飛び防止につながります。また基準の色が塗ってあることでこの後の色作りにも迷いにくくなります。全体に色が塗り終わったら完全に乾かします。転写をしていきます。デジタルで描いた線画をコピー用紙に実寸大で印刷してつなぎ合わせます。実寸大で印刷するには実寸フォトというスマホアプリを使います。数値を入力するだけで簡単に実寸大に分割してくれるのでおすすめです。コピー用紙を貼り合わせたらカーボン紙の下に敷いてパネルの上に重ねます。そしてコピー用紙の上を鉛筆やボールペンでなぞるとデジタルの線画をアナログの紙に転写することができます。トレース台を使わないので厚手の紙や大きな作品などに対応できるのも大きなメリットです。手間のかかる工程ではありますが、必要以上に紙を傷めずに線画を描くことができるので、大事な絵を描くときはこの方法で描くようにしています。ようやく色を塗り始める準備ができました。ここからアクリルガッシュで色を塗っていきます。色を塗っていきます。最初は全体感をつかむために背景の暗い色から塗っていきます。私は明るい色から塗っていくと色が淡くなりすぎてしまう傾向があるので、暗めの絵を描くときは暗い色の基準を先に作っておくと他のところにもしっかり色をのせることができます。こんな感じでシルエットが先に見えるので、一気に進んだ感じにも見えてモチベが上がります。近くで見ると粗いですが、最初の段階なので全然大丈夫です。もう少し塗り進めた状態です。少し色味が入っただけで雰囲気が感じられるようになったかなと思います。ある程度全体が見えてきたら細かなところを塗っていきます。最初はベタ塗りで全体のシルエットを整えます。筆はホルベインのパラリセーブル 350H の0号を使っています。穂先がしなやかに動くのでカーブしたところにも塗りやすいです。まだまだ第一段階といったところですが、少しずつ着実に進めていきます。今
今回の絵師100人展16では星がテーマとなっているので、やはり星の飾りはマストで入れたいモチーフでした。調べてみると八芒星は幸運、繁栄、再生など縁起のいいモチーフみたいです。今回の作品は B2 サイズの大きめの作品になっています。大きな作品は見応えもあるので、ぜひ会場で原画を見ていただけたら嬉しいです。月面のまばらな質感を表現するようにムラを残しながら塗っていきます。せっかく転写で文字を書いたところですが、避けながら塗るのは難しいと判断して塗りつぶしました。アクリルガッシュでのグラデーションは、最初に塗った色に少しずつ明るい色や暗い色を混ぜて塗っていきます。新たに別で色を作ることもできますが、色相や色味がうまく調整できず不自然になることも多いので、私は元の色に少しずつ色を足してグラデーションをする方法がうまくいきやすいなと感じます。人物以外を大まかに塗り終えた状態です。近くで見るとまだまだ粗さが目立ちますが、全体の雰囲気はある程度見えてきたかなと思います。ようやくここから人物を本格的に塗り始めます。人物を後から塗る理由はいくつかありますが、一番は手を慣れさせてから大事なところを塗りたいからです。アクリルガッシュや筆の扱いに慣れてから大事なところを塗った方が失敗が起きにくいです。特に私は人物の塗りに失敗するとその後のモチベーションに大きく関わるので、なるべく先に背景を終わらせてから人物を塗ることが多いです。今回は作品が大きいのでフリルも丁寧に描き込んでいきます。フリルなどの影は3段階くらいの影を作って描いていくことが多いです。1段階目の影は薄く広い範囲に入れていきます。フリルが波打った時にできる大きな影を意識して谷になるところを中心に影を入れていきます。暗い色を先に置いて、その後に暗い色の縁を残すように淡い色をのせると雰囲気のある影に仕上がります。暗い色の上に明るい色をのせることができるのもアクリルガッシュの大きなメリットだと思うので、画材の特徴を踏まえた上でいろいろな描き方を試してみるのも楽しいです。線画も同時進行で進めていきます。場所によって線画の色を変えたいタイプなので同時進行で進めていくことが多いです。線画の色選びで意識していることは色の温度感を場所によって揃えることです。例えば太陽の暖かいイメージに合わせて輪郭の線画を暖色系にしたり、この絵であれば服の青色に合わせて線画も青系を選んでいます。基本的にはベースの色と同系色を選びますが、温度感や全体の雰囲気を大事にしたいときは別の色を使うこともあります。バケツ塗りを使って時短できないところがアナログの大変なところでもあり、いいところでもあります。時間はかかりますが、塗った時のムラがいいテクスチャーになってくれるので、私は地道な手塗りの作業も好きです。今回の絵師100人展16ではデジタルで描かれた作品が多い中、アナログ作品を展示させていただける貴重な機会なので、見に来てくださる方にアナログへの魅力も伝えられたらいいなと思います。だいたいこれで4割くらいです。まだまだ先は長そうなので地道に頑張ります。ようやく顔周りを進めていきます。一度肌なじみのいいピンク系の色を瞳全体に置いていきます。最初にこういった色を仕込んでおくと上から色を塗った時にふんわりとした印象になるのでおすすめです。ほっぺは濃い色を先に塗ります。そして淡い色でぼかします。水でぼかすこともできますが、水っぽくさせたくない時には淡い色を使ってぼかすことが多いです。
ほっぺの色が濃く感じたので淡い色を上から重ねてぼかしていきます。ぼかすときは円を描くようにくるくると筆を動かすと馴染みやすいです。輪郭の線画には赤紫系の色を作って塗りました。赤やオレンジ系だと浮いてしまうなと思ったので、温かみがありつつも全体の雰囲気から外れない色を選んでいます。平筆は塗りにも線を描くのにも使いやすく、個人的には丸筆より使いやすいなと感じています。色を塗っている時はデジタルラフを見ながら制作しているので、色作りに迷うことはあまりありません。影や微妙な色の変化もデジタルであらかじめ決めているので、それに沿って色も少しずつ変えながら塗っていきます。ちなみにサイズはこんな感じです。イーゼルがないのでカゴに立てかけて描いていました。大きい絵の制作はこういう引きの制作風景も楽しめるのでいいですよね。この絵を描いている時に昔描いたイラストのことを思い出して見返してみたらキャラデザがそっくりで驚きました。ラフの時は全く意識していなかったので本当に偶然です。この絵は9年くらい前のものですが、好きなキャラデザの雰囲気がそこまで変わっていないのも面白いなと思いました。髪の毛の線画を描き足していきます。ここは細かいところなので面相筆を使っていきます。使っている筆はタミヤモデリングブラシプロ2面相筆の極細です。アクリルガッシュだと毛先の消耗は早いですが、細かなところが描きやすいので愛用しています。瞳を描き込みます。瞳の縁や瞳孔を描いていきます。シンプルな瞳なので塗りつぶしではなく細かく斜線を入れて情報量を増やしていきます。ポイントで濃い色を入れて完成です。髪の毛のハイライトに輪郭を描いていきます。顔周りは特に見られるところなので慎重に描いていきます。中心部分は少し明るくすると立体感が出ます。ハイライトにも強弱をつけると奥行きが出ていい感じです。仕上げにラメ入りの絵の具をのせていきます。使っているのはターナーアクリルガッシュのラメクリアダイヤモンドです。ライティングによってキラキラと見えると思うので、ぜひ会場で見てみてください。今回は絵師102.16出展作品の制作の様子をお届けしました。全体を見せることができないので、絵を送り出す前の梱包の様子をお届けします。絵師102.16は4月29日から5月6日まで東京秋葉原の秋葉スクエアにて開催しておりますので、お近くの方はぜひ原画を見に来ていただけると嬉しいです。色紙のパネルも描かせていただいたので、こちらも合わせてお楽しみください。それでは本日の動画はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけたら幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。